30がどうやら分岐点らしい。あー、そのお客さんのリサーチによれば。なるほど、リスクないじゃん、こっちないんですよないからめっちゃいい人じゃん。なんかすごい顔になって寝てるわけじゃん。化粧もちょっと言われてる。頑張ります。頑張って頑張ってはい、今回は引き続きかりんちゃんに来てもらってます。はい、でかりんちゃんはですね、ブレア入っても1年2、3ヶ月そうですね。で、はい、ずっと頑張ってくれてるんですけども、前回はなんか同伴のねお話とか、はい、アフターのお話を伺って、はい、で今回は今までにいたね、なんかこうお客さんの中で印象に残ってる人とかね、はい、すごく良かったお客さんのお話があったら聞きたいなと思ってます。はい、はい、なんか誰かいますか？印象に残ったお客様は1人だけいまして、1人っていうかすごい印象が強かったお客様1人だけいまして、突然ブレアにいらっしゃったんですよ。働いてることは伝えてたんですけど、気が向いたら行くよぐらいのお客様だったんですけど、来て1日に400いくらぐらい使ってくださって、普通の日？普通の日です、本当に、めっちゃいい人じゃん。普通の日で、それすごくいい人じゃん。すごいですよね。普通の日でなんか P3、とりあえず高級シャンパンを全部持ってきてなって。ブレアの？はい、ブレアの。それ私知らなかったんだけど、いつの話なの？入って多分1年前じゃん。入って2ヶ月かなんかそれぐらいだったんですけど。P3 とか開いたの？開きました。すごいね。なんか飲んだことない私ブレアで。ブレアの前はあるんだけど、ブレアに入ってからそれ飲んだことないな。1本目開けさせていただきました。そうだよね。なんか多分そうだと思うわ。そうですね。それでそのお客さんは一人でいらっしゃったの？お客様1人とお寿司屋さんの大将で3人ぐらいでいらっしゃってたんですけど、それでもすごい飲みました、あの日は本当に。何本ぐらいなのその量は？5本とか6本とか？結構多いよね。10本ぐらいはそうだよね、400万って言えば、結構。それ結構飲みきれちゃうもんなの？全部飲んじゃいました。かりんちゃんお酒強いな。ブレアのお酒強い選手権があればノミネートされてますから、ブレア。はい、多分ね、この前回のひかるママか、かりんちゃんか、カウンターのみのりちゃん、この3人が多分選手権に出たら争うと思います。本当ですか？でも私長期では飲めないんですよ。長い時間飲めない？飲めないです。例えばお店始まってからアフターの5時までとか飲めないんですよ。私もそうかも。なんかもう長く飲んだら疲れちゃうっていうか、そうなんですよ。しんどいね。なのでお店でどれだけ飲めるかが勝負なので、短期集中で、はい、それでパンパン開けてもらってます。長い子いるよね。なんかアフター行って、なんか4時とかに解散したらもう一軒行こうと女の子同士で朝7時とか、どういう感じなの？もうテンションが分かんないんだけど。お客さんもなんかぐっとしてもう寝てるんで、これお客さんもねなんか行く意味あるのかな。お客さん帰った後も行くじゃない、そういう子って、なんか女の子同士でその時ってもうお酒入るのかな。分かんない。どういうことなの、その体の状態は。経験したことないのでちょっと分からない。私もね、なんかどっちかっていうと、パッと飲んでもうなんか量飲めるけど、もうなんだろうな、しんどい。とりあえずもう寝たくなるし、なんか気分も悪くなるから。そうですね。なんか4時間飲めるけど朝の5時まではちょっと無理かな。あと絶対お店では酔わないようにしてるんですよ。乱れないようにこう意識してて、絶対お客様前ではこう暴れたりとかしないように意識してます。飲んでね、なんか結構さロッカーで寝ちゃう子とかさ、なんか床で倒れてる子とかいるけど、まあちょっと恥ずかしいよね、ホステスさんとしてはね。頑張ってるので、そう頑張ってて、いいことなんだけどね、その飲むこと自体は。ただ男の人が道端で寝てるのと女の子が道端で寝てるのとはやっぱ違うのよ。違いますね。上品じゃないのよ。品がちょっと品がないの。別にね、男の人はね雑魚寝してもね、しょうがないなって感じだけど、女子はやっぱスカートも履いてるし、もうなんかすごい顔になって寝てるわけじゃん。化粧もちょっと言われてるし。そうだから品がないから、そうですね。だからやめた方がいいよって、そのなんかね思っちゃうんだけど、だからそこまではね意識ちゃんとはっきりして仕事するのが大事だよね。ではですね、今さっきいいお客さんのお話を聞いたんですけど、今までねあった中で困ったお客さんいます？こんな人困ったよとか、
まあ、変わってたなとか。います。と私を競りにをかけるんですよ。競り？競り。何競りって？今日いくらなのみたいな。今日いくらで帰れるのってこと？はい。おー、競りにかける。競り？自分が言うの？こうやってするの？競りみたいな。なんかお客様生地の競りみたいな。そんな感じ。10万、20万、30万、40万みたいな。10万はどう？いやーって言ったら20万。上がってくるね。いやーちょっと上がってくるんですよ。競りにかけられました。その競りのお客さんは、はい、あっちこっちで競りしてるで有名な人なの？それとも、まあ、自分にしか今のところ言ってないのかな？たまたまなんですけど、その私のお客様のお連れ様だったんですよ。でそのお連れ様が多分私とそのお客様を一緒に帰らせたいみたいな。じゃあ愛のキューピッドになるために私を競りにかけるんですよ。もう一緒に帰ってほしいから交渉してるわけね。お客さんの顔を潰さないように。なんて答えればいいんだろうと思って、他の女の子もいたので。目の前でやるの？そうなんですよ。それちょっとトイレでやってほしい。答えづらいと思って。そう断るのも OK するのもそのみんなの前ではじゃあ50やりますみたいな話じゃないじゃないですか。そうなんですよ。ピンポンみたいな。確かに一番困りましたね、その日は。でもそういうなんか遊びを楽しんでるねお客さんも一定数いるの。はい。私もね実は聞いたことがあるだけなんだけど、なんかこう目の前にねこう10万ずつ積んでいくお客さんがいたんですって、昔。その人じゃないと思うんだけど、そしたら大体の子は30で折れるよって聞いたことあります。はい。折れますか？30で折れるんだって。だから例えばね、本当の普通の子ね、クラブで働いてるヘルプの子で、日給はね、3万か4万か分かんないけど、こうやって目の前にこうお札をね積むと、30がどうやら分岐点らしい。そのお客さんのリサーチによれば。なるほど。でも妥当かもしんないね。仮にさ50だったらお客さんもすごい使わなきゃいけないじゃん。そうですね。2人で100万じゃん。だから30だとお客さんも楽しみながら意外と楽しくやられるかも。でどうなのみたいな様子見ながら、自分も楽しい思いをしつつで女の子もなんか10万は嫌だけど30だったらいっかみたいな、なんか2人のそのなんていうのかな、こう戦いですね。戦いなんだよね。でも実際にいるんだろうなと思うな、その話を聞いてる限りでは。でもう一人面白い方がいらっしゃって、こういつも一人でいらっしゃる方なんですけど、こうじゃんけんしようよって言われて、でじゃんけんしてかりんちゃんが勝ったら10万ここに乗せる。勝ったら自分を乗せるの？でそのお客様が10万ここに置くんですって。自分が置くんだね。置いてどんどん勝ったらそれどんどん増えるんですよ。で負けたら一回全部没収。リスクないじゃん、こっち10万とかないから。めっちゃいい人じゃん。なんで私7連チャンで勝った70万割りました。すごい。お客さんなんかお店もざわつきました。みたいな。お客さんも悔しい顔したんじゃない？してました。70かみたいな。まさかそこまで勝てるとは思わなかったって言って。3分の1だからね。お客さんは7回連続負けたってことだもんね。はい。すごいね。お客さんも考えてなかったと思う。でも考えてなかったと思う。どうせ負けるんだろうなと思って。そうだね、どっかでね、どっかではもう4回目ぐらいでは多分負けると思ったと思うんだけど、たまたま7連チャン勝っちゃいまして、ありがとうございます。じゃあね、売り上げを上げるコツ、どうしたら売り上げ上がりますかっていう。売り上げコツですかね。結構頑張ってるでしょ、いつも。たくさん飲むし、たくさん喋るし、あとお客さん楽しんでもらおうっていう気持ちも、周りも伝わるし、まず第一にはお客様を絶対楽しませる。そしたらお客様も今日は楽しいからどんどん飲んでいこうみたいな。スイッチ入るよね。入るんで飲もうよみたいな。飲める時にいっぱい飲みます私は。で飲まない時は自分からシャンパン飲みたいなとかあんま言わないようにしてます。無理に進めずに。その空気見てね。そうです。バランスを見て、今日は素飲みで帰る日なんだなとか、今日はちょっといっぱい飲む日だなと思ったらいっぱい飲みます。お客さんもさ、無理強いはやっぱ嫌じゃない？嫌ですね。このお店来たらいつもシャンパンでねだられる？頼まれるよみたいなの嫌と思うし、その辺はなんか空気読むの大事だなって思うし、で今までね、じゃあ、過去にすごいなっていう、かりんちゃんから見てね、すごいなっていうホステスさんいました？
ホステスですか？まあ、ママでもいいや、過去になんかこの人すごいなみたいな。皆さんブレアのママたちはみんなすごいんですけど、やはり光ママの行動力は本当にすごいなと思います。どんなところ？土日にお客様の付き合いとかでいろんなとこ行ったりとか、ストイックなんですよ。すごくストイックだね。なんかずっと予定入れなきゃ不安みたいよ。それが私できなくて、すごい尊敬しちゃいますね。なんか光ママは聞いた話だと、1ヶ月先ぐらいまで全部予定埋まってるって。なんか空いてるのが嫌なんだって。例えば水曜日とか、金曜日とか、なんか全部なんか予定を埋めちゃうらしい。まあそれすごいよね。すごいです。それはプライベートも、まあ、仕事もね全力なんだなと思って。私はできないので。普通できないよ。もう1ヶ月先までさ、土日も平日も全部入ったら無理ですね。ノイローゼになるよね。同伴はだいたい1ヶ月後のやつは全部埋めますけど、土日はちょっと自分の時間にしたいんですけど、土日をね全部埋めると今日休もうって日やっぱいるよね。います。何もしない日みたいなね。じゃあそんなかりんちゃんですけど、私一回もね聞いたことないんだけど、ママになりたいなとか思ったことありますか？ないですか？まあ、これ正直な話、私には無理だなとか、そこは目指してないんだよねとか、まあ、いつかチャンスあったらなってもいいかなとか、ぜひなりたいとかなんかそのどんな感じなのかなと思って。なりたいのはあります、でもやっぱ全然力不足なので、これからもっとブレアで経験積んで、まあママになるように頑張りますじゃあ一応はじゃあなんかもしチャンスがあって、まあ組数もっと増えれば、いいかなっていう感じにはあるんだ。あります。なので最近新人ちゃんのお客様の席とかいっぱいこう回って、大事だよね。挨拶しておりますね。いろんな人に顔売っといてね。そうです。そう。ママってね多分目指してる子ね少ないって思うの多分。そうですね。まあこの仕事をね、まあ、長く続けたいっていう人もいれば、まあ20代までって決めてる人もいるだろうし、あとさママって大変そうって思ってる人もまあいるし、ね、だからママを目指してそもそも夜の仕事ね始めようって人って本当にいなくて、多分さ100人面接して、まあ多分面接はもう使うと少ないんだけど、100人お店に女の子が入ったとしてね、ママになりたいですっていう子って1割もいないと思う。10人も多分。だからママに、ね、なりたいって聞けたのはすごい嬉しいなって。そういう目標がある方がいいでしょ。そうですね。目標がないとやっぱ人間頑張れないじゃないですか。なんでちょっと高い目標を持ってそれに向かって頑張った方が人間は絶対成長できるので、頑張ります。頑張って。はい、じゃあ今日はこの辺で。はい、またね。